はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？元気？よかったね。柴崎もね、もう、あなたのおかげでね、ご覧の通り、今日も元気に絵描いてます。本当にありがとう。ありがとうといえばね、もういつも柴崎の動画をね、見てくれて、そして、たくさんのコメントとね、高評価いただいてます。本当に感謝してます。そうだ。登録者数がですね、なんかだんだんね、200万人に近づいてきたんですよ。はい。ここまで来るとね、ぜひ200万人の数字っていうのは見てみたいなって思うようになりましてね。もしあなたのご協力が得られたら、もう柴崎も、嬉しいです。はい。さて、今回のテーマはですね、柴崎が独断であなたの絵を見てお直しする添削のコーナーの始まりです。今回の作品はですね、柴崎が主催する、オンライン、シバーツのメンバーの方の作品から選んでみたいと思います。シバーツの方もね、もう本当にね、月に1回ね、柴崎と一緒にお絵かきの勉強会やってるんですけどね、オンラインで。もう本当に上手になったんですよ。だからね、この前そうだったけど、どこ直すとこあるんですかって言われちゃうんだけどね。今回もそうかもわかんないんでね。柴崎の生徒さんっていうよりも、強力なライバルになってきたんだけどね。でもどんな絵かね、早速ね、柴崎を全力振るってやってみたいと思います。はい。では、ゆっくり見てくださいね。さあ、それじゃあ見てみましょうね。どなたのどんな絵かな？はい。これだね。ひろみさん。堤防にてというタイトルですね。日曜日、近くの堤防をお散歩したので描いてみました。行動範囲が狭いので似たような場所ばっかりですが、堤防はなぜかほっとします。お散歩ってのはそうだよね。お家の近く、だいたいいつも似たようなとこ歩くんだけども、この堤防はなぜかほっとするとおっしゃってますね。今回も緑の絵の具は封印しました。なるほど。使ってないんだね。写真と並べてみるとパースが違うかなと書いてあります。だいぶ川のカーブが違いますね。書いてみると気がつかない。まずはデッサンからですねと、もう反省の弁も述べてありますが、どんな絵でしょうね。こういう場所なんだね。なるほど、なるほど。これはお散歩に、ぴったりですね。川でしょうね。気持ちいいだろうね、こうやってお散歩するとね。手前にこれは何だろうな。夏中何かの花が咲いているというわけだね。それでずっと川がもうこの行ってるというわけだね。それではなるほど、そうか。確かに、ちょっとあれかな。ご本人が言ってるように、この川の形だよね。まずはね。こういうのって難しいんだ、結構ね。優しいようで。ねえ、写真から見てもちょっと、確かに、ね、形には、まだ工夫の余地もあるだろうというのがわかります。それで、そうだな。写真で見ると、もっとここの岸辺がね、もっとずっと長いんだよね、ここね。これを、こういうのを生かしてですね、この距離感とかですね、そういうものを、あるいはぐっと画面の中に目を引き込んでいくね。そういう何かすごいものをですね、もうちょっとかけたらいいかなと思うよね。こういうね、植物のグリーンを封印しながら描いてるってのはうまいけども、これはもうちょっと画面の中の方にあった方がいいかもしれない。その方が絵のポイントとして活かせるかなと今のところ思うんですけどね。で、まずこの絵の一番は、明暗の扱いだと思うんだよね。そこのところですね。今喋っているようなことを含めて
ちょっとやってみたいと思います。はい。それではね、やってみましょう。ちょっと今日は周りを少しきれいにするのにマスキングしますね。マスキングテープというものですね。これね。絵の具のはみ出しを抑えるテープです。マスキングできれいに、いくら添削でもですね、ちょっと少しはきれいに見えるようにしたいかなと思います。このくらいかな。はい。このくらいで。よいしょ。よい。縦横比率、こんなもんでいいかな。マスキングやったときに、あんまりギュッギュッと押し付けると、剥がすとき、紙が一緒に剥がれてしまうので、こうやったらですね、この際だけ押さえるといいと思います。こうですね。はい。なんか斜めになってるな。ちょっと待ってください。斜めになってますよね。このくらいかな。結構目の錯覚ってありましてね。水平垂直。結構いい加減なもんですよね。はい。今日はマロン君がまたお遊びの催促してますけど。よいしょっと。はいよ。それで、はい。で、ここに書きますね。はい。それで、結構上の方なんだね。この辺に書いてるんだ。で、こういう具合で川が流れてるんですが、ここは写真のようにちょっと長めに描いた方がかっこいいかな。こうして。それで、この川がですね、どうしてもこういうふうにですね、こういうふうに描きたくなるんですよね。人間ってなんだか。人間でってことはないけど。で、あんまりこうやるとですね、この川がね、上り坂みたいになってしまいますので、こう気をつけなきゃいけないんですよ。これはね、目の高さがどこかってことにもよるんですけども、これ少し下がってるってことは、目の高さはこの辺にあるかもわかんないんですよね。そうすると、例えばこの線だとすると、これから上にはですよ。絶対に行かないわけですよね。滝じゃない限り。なので、もっとこれはこう書く必要があります。これね、わずかにこんなことなんですけどね。結構これが大事なことでして、書いてる本にもね、俺なんかおかしいな。なんかちゃんと書いてるはずなのに、なんか私の絵変とかね。そういうふうにもし思うようでしたら、ここできるだけ遠く行った水平っぽくなるんだっていうね。ここ、注目というか、まあね、ちょっと大事に見るといいかなと思います。それでこれなんか結構こうなっているのか。で、これがもっとこっちへ切っていって、この鼻のやつをこっちにオーバーラップしようかな。ですね。形を断ち切ると。こうすると面白いよね。で、もこもこもことこうなっている。で、手前の方にはちょっとこうなって、水面が見えて、ここがこうなってるのか？ボサボサボサとこうなってる。ここは、ブロックを積んであるんだね、ここね。で、こうなってるのか。で、こういう場合だ。それで、お家が見える。この家の描き方はあれですね、目の高さが多分この辺だとすると、ここに家で見えるね、この屋根の線、こっち下がりだよね。でそういうのをちゃんと描くと、下から見上げた家という感じになるんだけどね。で、こっちは赤ちょっとしか見えないと。こうか。で、ここにもちょっとなんかこうなっていて、ここにこうなってる。で、うちがこっちに、ここに、大体でいいか。こうして、なんかこうなってる。で、ここ斜面に草が入ってるんだね。こんな形かな。で、ここは、
う来て、もう少し広く取ってあるのか。ここが、もう少し広く取ってるんですね。このくらいになってんだ。だからこう来て、こうなって、こうなっていて、ここに碁盤の敷石がここにあるのか。これはこっち向きですよね。ここに石があって、草がここら辺からこう生えてんだ。こうか。なるほど。ここも草。こうだ。それでこれがこの辺まで映って見えてる。これがこう映って見えてるのか。じゃあ、ここ見せよう。はい。端がここにかかっていて、あといいね。で、これが、橋脚がここに見えて、ここに映ってる。なるほど。はい。で、こんなことで、ちょっと書いてみましょうかね。もうとてもうまいんだよね。うまいからね、本当に困るんですけど、どこからってことないけど、一般に明るい形、あるいは円形からということなので、今回も空からですね。空。これは大変いいですよね。このイエローオーカみたいな色をですね、こうやってんですよね。こうやって、そして明るめのブルーで、何か色を少し変化させながら、こう塗ってるわけだよね。こうやって、このね、絵の具や水が流れてくるこのタイミングをね、こう活かして描くっていうのがね、もう本当に水彩をね、やっててよかったなぁ、みたいなね、そういう嬉しい一瞬なんだよね。なんて水彩っていいんだろう、みたいなね。そうなんだよね。他の画材では味わえないんですね。それで、こんな色で、その円形が、なんか円形が見えてんだよ。こうね。だからこれは完全にもう滲みの効果。こうやってこっちに滲んでいく様子ですね。そういうのをこう見ながらですね。楽しむということだね。もういい具合に広がってきましたね、みたいなね。そういうことを楽しむと。ここですね。それでその滲みの効果を利用しながら、こっちですね。こう手前と、こう書いてくるわけです。本当にね、水彩って面白いですね。で、今こう濡れてますので、そんな色ですね。自然なこの水による混色で、こう色を作っていくというんですね。これでしょうか。実際にもこう滲みすぎたりすることあるかもわかんないんだけど、それでもね、あんまり変でなかったらね、そういうものをこう尊重するっていうのは大事ですね。ついいじりましたくなるんですけども、それよりもここでしなきゃいけないのは、この水面のこの線なんですよ。ね、さっき言ったように、これはどっち向かっているかっていうのはすごく重要なことですから、この上のこのぐちゃぐちゃよりもですね、この水面のこの線を大事に見ると。ここだよね。この形で奥行きがですね、もう正しいかどうか決まってしまうので、そこのこだわりだね。一番なきゃいけないの。このくらい。それで、そのままこっちへ来るんだよね。来るんですが、これ見ると、なんかちょっと、これであとね、こういう状態ね、これ水が溜まってる。これをね、放置すると紙が伸びていくんですよね。よく見て、ペッと取っちゃいます。こういう何気ない処理ですね。話が前後しましたけど、それで、じゃあどうしようか。じゃあ、こう来たから、最初水面にしようか。そうですね。じゃあ空塗ったので、そのような明るい色ですね。でも、もうほとんど紙の白。これはもう紙の白です。はい。こっちですね。
こうやって、こうやって、もうこの辺はですね、こうやってもうちょっと塗るだけで紙の白です。そこが大事だね。それで、絵の具は濡れてるうちですね。水といってもですね、底の土が透けて見えたりしますから、そんな色をちょっと入れてあげるとかですね。そういうことをした方がいいかもしれません。で、やった。で、次にウェットインウェットでやるべきところですね。手順としては。例えば、これの草のもさもさ具合、草かなんかわかんないんですけど、そういうものですよね。そこら辺のこういう具合とかですね。できるだけ水の効果、絵の具の効果で絵を描くということをですね、大事にすると。ここは水彩重要なことですね。こうやってですね。とにかく水の効果で絵の具を混ぜたり、にじませたりするということなんですね。だから暗いとこを思い切って暗くして、こうやってね、絵の具が混ざっていくのをやるということですね。手前と来ると。こういう時、絵の具と水のこの量だよね。どのくらいしたらいいんだろうとかですね。だからこういうとこ、花がある。たら、なんとなくこうやって、たまたま塗り残った部分ができたらいいかな、みたいなですね。そういう表現にしてもいいんですよね。こういうとこマスキングインクでやったり、そういう手もあるかわかんないんだけども、あんまりそういうことするとですね、本当に絵が硬くなりましてね。柴崎はあんまり好きじゃないんですよね。で、とにかくそこに行って描くんですけど、そっくりにしなくてもいいだろうっていうね。そういう自分に楽なものを聞かせてあげるとね、いいんだと思います。そっくり描かなきゃとかね、見てあれもあったこれもあったとね、あんまり思いすぎてしまうと、なんて言うんかなね。そうじゃなくて、ここで書いていますよね。で、もちろんその対象を見ながら書いてると思うんですけども、でもその時もあくまでもここで自分は絵を描いてるんだということだよね。物をただ写してるんじゃないんだっていうことだよね。そこのですね、そこの具合。じゃあ現場で描くのは何の意味があるんだっていうことなんでしょうけど、いや、現場はですね、その、絵を描く材料をいただいてるに過ぎなくて、それをそっくりに写すためじゃないんだっていうね。何かちょっと歯止めが自分の中に用意されてないとですね、あれもあった、これもあった。なるほど、ここ見つけた、よかった、あれも見つけた、みたいなね。宝探しみたいになっちゃってですね、探すことに無我夢中になって、自分はこの中にどうやって描こう、何を表現しようってね、それがなくなるですね。そこのとこはですね、どうなんでしょうかな、ということですね。はい。と喋りながらも手は止まらないでしょ？そうなんですよ。水彩はね、手が止まらないんですね。はい。こうやってですね。こうやってみると。もちろんドライブラシやったり、それから、なんていうかな、スピード感があるといいんですけどね。だから、ちょっと破れかぶれみたいなね。そういうところ。思わぬ効果が出ちゃったとかね。から、黄色い色が見えたんだったらポンと黄色を置くとかですね。あそこに赤色があったみたいって言ったら、ポンと赤色を置いてみるとかね。そういうことですね。だからそっくり写すんじゃなくて、
何かそこでヒントや材料をいただくために現場で書いてるというね。そういうことかなと思うんですよね。もういろいろです。で、これね、こうなんかあるなと思って、こうやって書いてですね。こんなことやると味が出てきて面白いということですね。でも面白いって言うとね、ずーっとそこやっちゃうんですよね、人って。面白いってやっちゃうんですけども、でもそれもですね、過ぎたるは何とかという言葉がちゃんとあるって通りですね。ほどほどだということもあるんでしょうね。はい。で、こうやって、こっちこうなってるのか。だんだん手前に来ると鮮やかに色ですね。こんなんでしょうか。それで、模倣義手があって、模倣義手は単純化だよね。これと同じ草が生えてんだろう。でも模倣義手ではないか。ですね。そういうこと。はい。自分に言って聞かせる。ですね。いや、あーって見えてるけど、あれは模倣義手だよ。こっち義手じゃないんだ。ですね。言って聞かせる。ね。こんな色あるけど、これは模倣義手だから。ですね。少し単純化してあげた方がいいんじゃないってね。そういうふうに言って聞かせる。ここは大事ですね。はい。何があるんだ？こんな色もあるのか。ジョン・ブリアみたいな色ね。なるほど。これ辺がジョン・ブリアンっぽい。こうなってんだ。これ水彩がいいですね。こういう時ってね。油なんかあったら大変ですよね。これ。いちいち色を広げていかなきゃいけないんですけど、水彩はね、水がみんなやってくれるんだよね。だからいかに水と友達になるかっていうことだよね。水彩って。絶対そこですね。で、こんなもんかな。こっちと見比べてね、書くってことだね。あと何があるんだお家か。お家なんかも基本的に同じような色だね。でここで、こうやってパターンを書いて、こんなんでいいか。どこどこ偶然を含めてですね、紙の白が残ってもいいんですけど、どうでしょうか。あとは、まとめるっていうことだよね。よく見るとですね、いろいろ見えるんですよね。見えますけども、まとめてあげる。ですね。あんまり一個一個ね、はっきりと区別つけないっていうね。そこら辺もなんていうか、ですね。過剰な説明を避けるために必要なことですね。はい。こうかな。でもおかげさまでですね、この添削シリーズはとても多くの方がね、興味を持って見てくれまして、やっぱり面白いかな。はい。屋根ですね。このくらい。よいしょ。これ本当に小さい絵馬描いてますからね。はい。はい。このくらい。よいしょ。うちが見えたかな。よし。で、草がちょっとあって、出てぐちょぐちょですね。なんかある。書いて、出てぐちょぐちょぐちょと。これも遠近感だよね。こんなのも。で、それで、こんな風な色でいいかな。こんな風な色だよね。こうやって、堤防の上を、これ斜面表せの、斜面のタッチですね。はい。で、だんだん明るくしてって、で、ただこのパターンは見えなきゃいけないんですよね。ここは大事なことですね。このパターンが見えないとですね、ここの水面が見えてこないんだよね。そうなんですよ。だから、ね、今、僕いろいろなもの書いてますけど、書いていながらですね、意識としては、この向こう側の堤防がですね、
空なんかよりも少し暗めの、これよりも暗めのパターンで見えてくるということがですね、すごく大事なんだよね。こうやって一つのものとして、これがですね、こう見えてくるように表現する。ここだね。ちょっとぐらいこんなもんかな。こうやってですね。こうやってまとめてですね。これが一つに見えてくると。これがこう来て、で、ここに至ればいいんだな。こうなってればいいんだ。で、こう来て、なんかこれにこう、何があるんだ？なんかあるんだ。ぐちょ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 。こうだね。よくわかんないとかよくわかんないんだもんね。こうやってまとめて、これは一つに見えてくると。で、ここが、もうちょっと、あれかな？こんな色か。もうちょっと赤系の色ですね。で、こうなって、こうなって、こうなって、こう切って、で、ここに、ここからこうやってここを残して、バタ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 っと残して、もうこう塗ると。こうかな。それで、パターンができたので、こう色を変えながら、ここのとこをちょっと残すようにして、こう塗って、これで堤防のパターンがここに見えるかな。あと写真見ると、資料でもこんな日陰なんか書いてありますね。こうなってんだ。こうなって、こうなってんのか。で、あとは、これもこうなってる。こういうのがあって、こう明るく見えたり、なんかしてるんだ。例えばこんなことかな。これがこうやってちょっと暗くて、このぐらい？うちがちょっとだけ顔を覗かしてるのか。で、こうなって、こうなって、ここが一段暗くなって、なんかこんな声だよね。で、これがこう言ってる。で、こう書いたら、こうやってうるさいですよね。うるさいとこですね。こんな色薄くついたこの筆でですね、こうやって乗っけてですね、こう少し潰すようにしてですね、っていうかまとめるようにしながら、こうやってね、押さえ込む。こうやって。はい。だから、これ、もうこのね、堤防のパターンがはっきり見えるというわけなんですね。それで、さっきのところのここら辺の滲んだとこを活かしながらも、この堤防の形を少しこう書き起こしてあげる。ただ、ここはあんまりはっきりかなわないんですよね。ここですね。で、こういった感じ。で、あとなんだ？で、これが映ってんのか。なるほど。これが映ってんだよね。これ見ると、ここら辺から、こうなって、いいか。これをこう紙の紙をちょっと残すとですね、水面と映ったものとのこう、際みたいなのがね、こう見えたりもしますね。で、ここのところが、ここまたパタパタパタと少しこう残してですね。で、これがこう映ってるということだね。こうなんだ。こんな感じか。それで、こっちがここでまたちょっとパタパタと残しながら、こう書いて、ここか。こうなってくるんだね。で、ここは、ちょっと暗くて、こ
で、ここを書いて、今ちょっと小さいだからね。でもここ紙の人ですね。これにこう、うまく残すようにして、それで、これのもっとちょっとこう、これ暗いんだね。こういうとこね。こうなってんだ。こうなっていて、で、これが、だから、ここにこう、これが来るんだね。ここに来て、こうか。こう来て、こう来て、で、これでこう、水の動きがここで出てんだ。ですね。手前が大きくですね。だんだん小刻みにしながら、ここにこう被っているところがこう見えて、あと、アンバー系の色も入ってる。こうだな。そんで、ここをこう溶かしてしまって、ちょっと一体化。こんなんでいいかな。こっちへこう来て、ここのところはなんとなく紙の白がちょっと残るように見して、これですね。こうやって、こうやって、こういう感じか。で、ここに、まあこんな手前の草みたいなんですね。これもしできるんだらこうやっててもいいですよね。はい。と、いうことでいいのかな。はい。これなんか、もうちょっと明るいんだね。こうなって、こういう具合。こうかな。で、手前の方が、明暗の差が強かったりしながらですね。こうなって、なんかいろいろあるんだね。こうやってこうなってる。何がある？まあ、こう、草むらなんかですね。こう、少しこうやるとね、雰囲気出るんだよね。だから、こういうことはやった方がいいですね。こう、ちょっとこうやるだけでね、全然雰囲気が変わってきますからですね。で、ここに石があるということは、ここはもう一回表現しようかな。ちょっと待ってください。ここにこんな、ドライブラシとかですね。こうやって、こういう感じ。で、こっちへなんとなくこう繋がってんだね。こうやって繋がっていって、ここに草むらが。こんなに上手な絵をね、こんなに全部描いちゃっちゃいけないよね。ちょっと今描きながら反省しました。で、正直も添削で言いながらね、描いてるとだんだん面白くなってきて、止まんなくなっちゃうね。いい加減にしなさいよって怒られそうですね。はい。まあ、これでも面白いんだよね。なんかね、こう石畳みたいなですね。こうやって書くと。こうかな。
で、あれ、こういうとこの影みたいなんですね。こういうところ、それからこういうところの凸凹感みたいなのをこう描いたりして、こういう感じ。こうかな。それからこういうのって、こうやってですね、なんとなく表現を楽しんでみるとかですね。こうやって雑草の雰囲気ですね。こういうのとか。はい。これでこう、奥行きの違いがね、こう見えたりしますから。で、もう終わりですね。ここで。ですね。なんかいろいろあるんだね。電柱。電柱は大事ですね。ここに。なんかこうなって、なんか立ってそうなものはちょっと書いてもいいよね。なんでもいいんだけど、実際でも書いてもいいですね。こんなところ。で、これ、こうやって、こうやって押さえてですね。ちょっと遠くにやってみたいですね。はい。それからこういうとこですね。こう、ちゃんと書かなくてもいいんですけど、なんていうのかな。こう、勢いのある線とかですね。そういうのって大事かと思うんですよね。こう、こわごわ書くんじゃなくてですね。だから、こうなんかも、これが出発点だ。こうだね。こうやって書いて、このくらい。こうね、なんていうかね、もうちょっと見たいな、みたいにね、書いてあげるとかね。そういうのって大事かわかんない。これが、ここで、こうなっていって、これよね。で、これが、ここ、ちょっと隙間離してこう書いてもいいかな。あれ、垂直段がした。反省。こう書いて、こんな感じかな。はい。あとなんかある？で、これでいいか。はい。それで、これできたので、どっちかを暗くしてる。ここですね。こうやってかけてきて、こうか。ここら辺だね。この辺の明度対比を強めてみると。なんかこうなってて。こんなんでいいかな。はい。こうだね。あと、色があるなと思うとこですね。こうやって追いかけて色を足してみるんですね。やっぱり、絵としてですね、見たときに、やっぱり色が楽しくないといけないですよね。こういう感じ。この一塗りが大切だよね。こうやって順色をね、上からかけて塗る。
これね、また随分絵が雰囲気違うんですよね。このくらいでいいかな。この方いいな。はい。こんなんだよね。このくらいか。よし。ポン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 と色々いてですね。はい。じゃあ、いいということでですね、乾かそうか。はい。で、いらない線なんかあるか。消しますね、これね。ほら、ここ紙の白ですね。このくらい。よいしょ。はい。まあ、ね、こういうとこ、花があるというとね、不透明で、ホワイト点々と、不透明あるかな。不透明ないかな。今ちょっと不透明がないけど、このホワイトダメか。不透明じゃない。不透明ない。ちょっとないわ。いいよね。話わかりますもんね。ここはね、紙の白を残したんですけどね。はい。趣旨は分かってもらえるかな。はい。じゃあ、これで周りをちょっと剥がしますね。じゃん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 。よいしょ。よいしょ。あれ。はい。お、今日もスキングしたから綺麗だな。よいしょ。はい。こんな具合だね。それっていらない線消すね。ちょっと今日よそ行きの添削になっちゃったんですね。みんなうまいんだよね。このパターンだよね。暗いパターン。だから、パターンを大切に。ですね。こういう見せ場所だよね。これもちょっと中の方ですね。オーバーラップしました。そのくらいかな。とてもうまく描けてるし、ですね。はい。だから全体にはですね。こうですね。はい。以上です。はい。書き上がりました。これだよね。本当に上手だったから、もうね、定石も、大変苦労したんですけどね。もう、でも嬉しいですね。もう、シバスのメンバーの方、どんどんね、実力アップしてきてね。本当に嬉しいです。さて、ちょっとね、お知らせがあるんですよ。まず、これからしようかな。はい。ねえ、もうおなじみのアートクレヨンです。柴崎はですね、月1回、このアートクレヨンを使ったお教室を開いています。もう知ってるよね。場所は、東京にあるペンテルさんの本社の中の、もう本当に素敵な教室なんだから。そこでね、このクレヨン8色、プラス1色でね、その時のね、楽しいお絵描き、ね、一緒にやってます。来る時はね、もう何も持たなくていいんですよ。来られたら、このクレヨン、一箱ね、プレゼントします。もちろん紙もですね、全部。で、書き上がったらね、それをしっかりホルダーに入れて、ね、持って帰ることができますので、もう、身軽に来てください。そして、正直と一緒にお絵描きしましょう。ね、お待ちしてます。このね、お教室の、参加ご希望。当然定員があるからね、一応予約制です。
この動画の概要欄からね、お申し込みくださいね。一緒に絵描きましょう。もう一つですね。まだあるんですね。はい。これです。ね、この黄色い表紙のね、透明水彩画を柴崎と描きましょうっていうね、本です。これ、おかげさまでね、第一版目がですね、なんか完売しちゃったみたいですね。はい。だから、今、グラフィック社さんがですね、慌てて第2版目を今作ってます。Amazon とかですね、あとは書店で見ることできると思いますので、ご覧になってね、もしよかったらいかがですか？水彩の、風景画の描き方、もうあれこれたくさんいろいろ載ってるんですよ。それだけじゃなくてね、絵を描くときのね、考え方とかね、そういうこともね、きっと参考になる本だと思います。はい。それで、もう一つ、最後にですね、柴崎は7月の31日から8月5日まで個展をやります。場所はね、東京西新宿のヒルトンホテルの地下1階、ヒルトピアアートスクエアという場所です。大きい柄なんですよ。はい。で、広いところでのびのび絵が見れるんですけども、ただやっぱりね、たくさんの方がね、おいでくださると思うんだよね。混雑を避ける意味で、事前予約制となってます。ですから、チケットが必要なんですね。無料チケットですよ。そのチケットは、この動画の概要欄からね、お申し込みください。はい。もう涼しい画廊でね、ゆっくり、柴崎とね、会って絵を見ませんか？待ってますよ。はい。さあ、たくさんお知らせでしたね。はい。今日は、添削でした。また次回違うテーマ、そして違う作品で柴崎はあなたとお会いしたいと思ってます。本当に梅雨時、蒸し暑いですね。熱中症にならないようにお互いに注意して過ごしましょう。それではまたすぐお会いしましょう。どうもありがとう。